小桜姫は実在の人、守護霊と私、浅野武子。そもそも小桜姫という女性を霊視したのは、大正5年の春の頃でございます。当時私は横須賀に住み、神の存在すら知らず、ごく平凡な毎日を送っておりました。宗州走水神社に参拝の折、音立花姫の命により、この石笛を小桜姫にたもう、との霊視のもとに、境内にて2つ穴の開いた拳大の石を拾いましたが、ただ不思議なことと思いつつ、そのまま意味を深く考えもせず、過ごしてしまいました。時を経て、昭和4年春に至り、愛知、真珠の突然の死により、霊界との通信を始めることになりました。霊界からの真珠のたっての希望により、私が受信することになりましたが、驚くべきことには、小桜姫も通信を送り、霊界より協力したいとのお申し出がございました。当時私どもは、この通信を受けるため日々、精進に努めました。あの石笛の清聴な響きのうちに、深い統一に入るという状態を得るのは、並々ならぬことでございました。小桜姫は私の守護霊であるということは、その頃になって真珠より知らされました。子供は母の守護霊をたびたび訪問いたし、親しみを抱きながら、霊界の探求に勤しみました。そのありさまは有名をことにしていても、現世と少しも変わりませんでした。小桜姫はお読みくださいます通り、神社に祀られておられます。三浦のどこの地か、全くわかりませんでした。昭和5年の春、岡田市、主人、浅野和三郎と、私、娘、美智子と4人連れで、神社を探しに出向きました。あちらこちら、それらしき森を訪ね歩き、最後に油壺の岩場の対岸に、神社と思われる佇まいを発見。折よく漁師に頼み、渡してもらいました。鳥居の奥には、神社が正面に、その左右には小さな社がございました。向かって左の社にぬかつきますと、小桜姫が鎮座遊ばすお姿に接し、ここが小桜姫のお社ですと、思わず喜びの声を上げてしまいました。その時浜にいた古老も、小桜姫をお祭りしてあると申しておりました。心霊講座に紹介してございます外国の物理現象、霊言現象、その他の心霊現象について、主人が英国、米国よりの貴重論文を発表いたして、待つ間もなく日本にも多数の霊媒が現れました。東京、大阪、名古屋、その他の都市における講演会、物理実験会は世間の学者、名士のご理解を深め、今から思いますと、日本の心霊研究の一番充実した時期であったと思われます。多事多難の研究に、小桜姫のご助力を賜りつつ、8年に及ぶ膨大な通信は、その折々の問題解決の諸々になりました。通信も回を重ね、霊界通信として出版の運びになりました。安住画伯の筆になる姫のお姿は、数あるうちで一番良いのを選び、表紙となりました。昭和12年2月に出版される直前に、主人浅野和三郎は急逝いたしました。出版は当時大変な反響を呼びました。以後読者が全国より小桜神社に参拝されております。また小桜姫と私との間には、以後多方面にわたり霊界通信が続きました。折から私も弱い86歳となりました。昭和44年秋、横須賀衣笠定石に在住の岩間忠先生のご訪問を受けました。先生は現在日本の国史研究の権威として、日本をはじめ欧米諸国にまで知られ、著書も多数にて50年にわたって史実の研究に努力をされている方です。また先生は三浦直系41代、三浦一族会長として活躍をされております。先生は10年くらい前より、一週に一度または二度、美しい婦人の訪問を
枕辺で受け続けていました。時刻は午前1時より2時までの牛の刻で、夢の中の婦人は、身分の高い30歳くらいの美しい方で、お召しになっている衣装の色や形、態度、表情など、霊界通信の中の小桜姫物語の姫と、あまりにも一致する点が多いので、史実的に調査をしたい旨のご相談でございました。以後、三浦一族の研究として、小桜姫様をお祭りしてある諸磯の若宮様、墓所、慰霊の仏像、その他姫にゆかりのあるお地蔵様、馬頭観音等、また津波の九段は霊界通信と史実が一致すること、姫のご実家、鎌倉浄明寺の屋敷跡の確認と数々の発見に、小桜姫は三浦荒次郎の奥方として、確かに実在していたという調査結果が出ました。三浦氏17代の三浦之助義興の夫人、小桜姫殿に昭和44年12月24日牛の刻に別紙の通り、お国名をいたしました。しからば明年後月後日に、諸磯の神明社の若宮に沈めまするが、最もよろしいと存じますので、ご承知ください。岩間忠志、昭和44年12月24日。送り名、三浦津この花咲夜姫の御事。この一族会のお便りによりますと、その当時のしきたりでお子様に恵まれず、早く世を去られました小桜姫は、三浦家の系図に記入されておりませんでした。そのような事情で小桜姫は実在したということを証明するため、10年の月日にわたり出現されていたと思われます。明けて昭和45年1月5日、再び牛の刻に出現され、私は小桜姫です。もうこれにて出てまいりません。との一言を残して立ち去る後ろ姿を、寂しい心地でお送りしたとのことです。10年の夢路に通った人の表情は、落城当時の悔しい悲しい面影は少しもなく、ごく穏やかな優しい表情でいられましたよし、長い長い霊界生活のうちに何の執着も打ち捨て、実在したということを知らせるため、出現された者と姫のご心中を察し、ただただ涙に暮れるばかりでございます。姫のお召し物は当時の形にて、薄い藤色や空色の美しいこと、額には眉墨をつけておられました。目下諸磯に鎮座増します若宮様は、幾年月変わらぬ潮の花に包まれ祀られております。霊魂不滅死後の存続を、姫の性格そのまま控えめに、しかも正しく、この昭和の時代にお知らせくださいましたこと、心より褒めたたえたく存じます。この拙い筆を書き残して、私のなすべき一生の使命は、88歳の天寿を全うして、終わりを告げることでございましょう。昭和46年5月5日節句の日、いにしえの姫神死体訪れば、苔むす見合いになんと語らむ。竹子。中、母竹子は虫が知らせるという話そのままにこれを書き終わり、米寿の祝いを終え、すぐ床につき亡くなりました。昭和46年8月2日没。長女、秋山美智子。